こんにちは。おわびチャンネルナビゲーター森前です。盆栽を楽しむ皆様、それぞれの木、それぞれの種類、もちろんそのお楽しみの中にはいろいろな工夫や楽しみがあります。その中の一つに盆栽は鉢に入っています。鉢移りという言葉があります。人間で言えば、その時の場所、その時の考え方、季節、これによって衣装が変わるように、鉢もその木に合った姿というものがあります。私どももいろいろなところから盆栽を手に入れた後に、春の植え替えなどでその鉢の姿、色、形、これによって大変いつも苦労します。今日は一つその盆栽にとって欠かせない鉢の合わせ、これに対して皆様にお話をしたいと思います。お楽しみください。山香橋の株立ち寄せ植えの一鉢です。細い木が立ち並ぶこの姿は、新緑には欠かせない爽やかなものです。もともとこの木は仕立て鉢に入っていました。この春に植え替えるときに、この細さ、この軽やかさを出すのに、あまり主張しない丸い縁の弱い鉢に入れました。色も緑や秋に来る紅葉を思ってアイボリーの静かな色としました。岩絡みの一鉢です。宮山の山奥に大きな大木にまさに絡み上がってツタのように天高くその花を広げる岩絡み。アジサイの原種とも言われるこの木は、これから美しい花を咲かせます。半径外に伸びる木にはやや深めの丸鉢。それでいて岩絡みの美しい白い色を出すために瑠璃色の鉢を合わせています。主張をしすぎないようにシンプルな形、そして色合いが大切です。ツタの中でも大変珍しいと言われる若草色の美しい灰色を見せる黄金ツタの県外です。灰色の美しい姿、そして県外の形を合わせるように筒型のおとなしい腰高の鉢に入れられています。縁もあまり強調せず、灰色の美しさを見せるために緑色の変化のある鉢を使いました。黒松の老大木の半径外です。力強い幹、それを支えるにはこのような額面の泥物と言われる色をついていない鉢がよく小白には似合います。県外鉢はともすれば重すぎますが、このように縁が柔らかく足が立っていることで木の動きがよく出ます。とても難しい鉢合わせの真骨頂の一つです。五葉松の双冠帯の美しい木です。長い年月をかけて培養したので薄い鉢でも耐えられます。立ち上がりから枝までの空間の美しさ、それがこの木の見どころなので、薄手の長方の鉢に合わせました。絵に描いたような文人風の双冠帯とはこのような鉢合わせを言います。立ち枝作りの双冠帯のもみじ、出少女の木立です。大宮盆栽村名園竹山不要園先生の作品ですが、最近まで培養を重んじた深い鉢に入っていました。仕上がりが近い中、
柔らかい枝の広がりを見せるために薄手の瑠璃色の鉢に入れ替えました。那須御用松の大変見事な模様着です。まだ仕立て中ですが、つい最近名将木村正彦先生の手によって美しい姿になりました。ただ今回の勉強のようにまだ鉢が合っていません。仕立て用の鉢です。本来これだけの格調高い模様着という木でしたら、このような長方の引き締まった鉢がこの木をさらに価値の高いものにするでしょう。植え替えをいずれしなければなりません。鉢移りでいつも悩みながら、この中庭あるこの木はほとんどがここに来てから新しい衣装に変わっています。一つ一つの木、その木に合った衣装、そこへ最後導いてこその盆栽の美しさになります。盆栽、盆に植える、これこそが大切なことを皆様はたくさんの盆栽を見て知っていただきたいと思います。大型の盆栽も同じことが言えます。この木などはわびチャンネルでご紹介しました福島県船山コレクションの中に眠り続けていた御用松の大木です。樹齢は優に200年を超えるでしょう。今までの姿、それをどのように変えるか、若き名将森山義彦先生と共に考え、苦労して今の姿に導きました。入れられていた鉢からこの引き締まった重量感のある鉢、これに入れることで木全体の樹格というものは数段変わったものが、ビフォーはアフターをご覧になっていただければお分かりいただけると思います。大型の鉢、各種のデザインの鉢、日本では今から50年前から片岡青山先生、中野行山先生、渡辺正山、久田圭山、多くの盆栽鉢の作家たちが活躍しました。奇跡に入られた方がほとんど、わずかに残る方々も高齢。新しい鉢を生み出す、なかなか日本では難しくなっています。私どもも本来の盆栽鉢の故郷である中国技巧の地で多くの鉢を作っていますが、やはり古木の素晴らしいものとなれば、雑木盆栽も小白盆栽もある程度鉢としての美術的価値あるものへとなっていきます。多くの収蔵品を持ってはいるのですが、なかなか合わせは難しいものです。基本的な鉢使いのいくつかを現物の鉢を持ってご紹介させていただきます。小当たり腕、約200から250年前の作品です。オーソドックスな姿の中ですが、完成度の高いこの霊物と言われる薬をかけていない鉢、小白盆栽の格調高い中型作品がよく似合います。雑木、花物、見物をよく写すと言われる白高地、アイボリーのこの色の鉢はやはり150年前の中国製です。適度な深さ、適度な大きさ、この楕円形の美しさ、見物、花物の中型なものほとんどを受け入れる、とても使い勝手の良い鉢です。同じ白高地の150年前のものでも、このように薄作りのものがあります。もみじや楓、木立や寄せ植え、雑木盆栽にはなくてはならない
薄作りの寸法の一つです。私どもの世界で南蛮と呼ばれる出物の鉢です。焼き締めで素朴に作られたこの味わいは、野趣味のある梅や文人の松、時には山野草にも合います。大陸の南方の方で作られたと言われるこの鉢は、もともとが農家の方の飼っている家鴨、つまりアヒルの餌入れを見立て心でこのようにしたと言われます。生固有と言われる、やはり150年前の鉢です。外縁というものがしっかりとした丸鉢は、花物や実物、梅など、半圏外や外へ流れるものには、うってつけの鉢と言われます。実用性も高く、私どもも重宝する鉢です。小当たり腕井外縁断足長法と言われる盆器の世界の最高峰に位置する美術盆器です。ご覧のように約300年前に作られた盆器は、鉢の形と同じ形の穴をしているのも特徴です。深さがありながら格調がある。山鳥の小白盆栽や心拍などは、このような深さがある程度ないと重量感と根が収まりません。名品を入れるための鉢、一度は使ってみたいものです。私どもの収蔵庫には、数多くの小当たり鉢、釉薬鉢、そして日本盆栽鉢作家のものが数多く収蔵されていますが、盆栽一つ一つの姿、顔は皆違います。これだけの収蔵しても、ぴたりと合うものを選ぶには、時間がかかる場合があります。愛好家の皆様のお手伝いをしながら、私ども自身も、盆栽の最高の衣装合わせを、いつも心がけている毎日です。鉢移り。一言で言うのは難しく、50年やった今でも一つの鉢を盆栽に合わすことに苦労の1時間という時もあります。いざ、よしこの鉢があったと思って盆栽の根をほどけば、その鉢の寸法に根が入らない。こんなこともよく苦労の中でありました。ご覧ください。私の手の元にあるこの鉢は、中国漢の緑釉。つまり、始皇帝のちょっと後ですね。その頃にできたと言われるものですが、私の判断ではずっと後の500年ほど前、それでも500年ほど前に中国で作られた鉢の発掘品です。初めから穴が開いている。当時の人はこれにどんな草花を入れて楽しんだものだろうと思いを馳せます。ただ、一つ鉢移りのポイントで皆様に伝えることがあります。緑、緑釉の美しさというのはエメラルドグリーンの美しさでとても綺麗です。まるで翡翠のようです。ただし、青い葉姿を緑の鉢に入れて、色がダブってしまいます。緑色の鉢を使うときには、私は非梅や紅梅、それとも赤い花や実の梅もどきやリンゴ、こういうものをお勧めしたいと思います。名鉢東福寺に至っては、緑釉となれば数百万円というものもございます。それでも、移りというものはまた別です。どんなに高級でも、どんなにささやかでも、衣装が合っているということを大切にしてほしいです。鉢移りを繰り広げれば、何回でも皆様にお伝えしたいですが、今日はこのくらいのご紹介にします。いかがだったでしょうか？
たくさんのご質問もあるでしょう。また改めてご紹介する機会も得たいと思います。ぜひ様々なわびチャンネル、アーカイブスでお楽しみください。ぜひ登録お願いします。本日もご視聴ありがとうございました。